どうも、クピオです。今、フィールドスタイル2024にいます。今回、初披露になる JP スターさんのフラッグシップキャンピングカーをご紹介します。トヨタカムロードベースのキャブコンです。JP スターさん、自分のチャンネルでも約3年前に軽自動車ベースハッピーワンを紹介し、現在635万回再生されて、キャンピングカー業界で話題になりました。今回もまた新たな歴史の1ページが開かれそうです。今、自分自身キャブコンに乗っていますので、オーナー目線でどこが優れているか、またデメリットあるのか見ていきます。一番気になるのは価格ですね。 JP スターさんなので結構安くなるんじゃないかと思います。キャブコンは1000万超え、最近は1200万台と高級なキャンピングカーですが、安くなれば購入できる層も一気に広がりそうです。直接価格聞いてみます。あとは納期も聞いてみます。JP スターさんのブースに来ました。ハッピーワンが展示されています。そしてこちらが今回紹介する新型キャンピングカーです。王道のキャブコンという感じで、このラインのデカルとか貼られていて、大阪でいうとシュッとしている感じがします。バンクの形状とかちょっと独特ですね。それではスペックなどお伝えします。ベース車両がトヨタカムロード、現在2駆のガソリンのみの販売予定で、いずれ4駆のディーゼルも販売されるそうです。今回の2駆は限定台数で販売予定とのことです。2駆ガソリンのエンジンが 2000cc、 最大出力132馬力、最大トルク179ニュートン、乗車定員7名、就寝定員5名です。全幅が 2010mm、 この電動オーニングついてるんで、その分で 2m を超えています。こちらを外せば 1950mm なんで 2m 以下になります。そして全長が 4990mm、 全高が 2840mm です。サイズ的には 2m×5m ぐらいなんで、日本の駐車場でも止めやすいサイズだと思います。そして JP スターさん、すごいのがフル装備で販売されています。エアコンや電動オーニングなどさまざまな設備が全て標準装備になっています。なので今から紹介するもの全て標準装備と思ってもらって大丈夫です。今回コンセプトモデルなんですけど、ほぼこの装備に少しだけ変更して販売されるとのことです。まずは外装フロントから見ていきます。カムロード、トヨタのダイナをベースにキャンピングカー仕様に塗装されたベー車です。もうヘッドライトとかも最新で LED です。でこれ肉なんですけど、ヘッドライトウォッシャーがあります。でバンクがちょっと特徴的で、真ん中がへこんでますね。これは風の抵抗どうなんでしょうか。実際に乗って体感してみたいですね。そしてここですね、なんとカメラがあります。ということは運転席で前の状況も見れるようです。結構キャンピングカー見にくくて、前ギリギリ止めるときとか数センチ単位で寄せれるんで、カメラついてるのは嬉しいですね。はい、じゃあ横を見ていきます。横幅が 2m 以下のシェルなんで、ここの出っ張りもそんなにないですね。でこの下に空気を取り込むダクトがあります。でバンクの窓の横、こちらもカメラあります。サイドも運転席から見られるようです。でサイドの窓の下に、この中に通じるソファーの下ですね、収納があります。そしてその横、こちらはガソリンタンクになります。燃料タンクはガソリンなんで80リッターです。この燃料タンク、ここガバって開くタイプが多いんですけど、 JP スターさんは小さい扉がついています。リアはマルチルームにつながるバケツドアがあります。でその下、こちらエアコンの室外機が搭載されています。はい、助手席側です。ここがメインバッテリーです。そしてこのバッテリーの上、ここなんですけど、この中にサブバッテリーがあります。リチウムバッテリーあるんですけど、それの通気口になります。やっぱりサブバッテリーや走行充電器などかなり熱こもりますんで、こういった空気口は安心安全ですね。そしてこちらなんですけど、外部のコンセントがあります。で生活用水タンクです。でこれ面白いのが、こんな感じで蛇口そのまま突っ込めます。でもう一つ、ここホースですね、そのまま突っ込んで給水することもできます。こういったホースを突っ込んだり、蛇口ですね、そのまま突っ込めるっていうのは細かいんですけど、実際使うもんからしたらかなり嬉しいですね。でこちら側は外部シャワーです。で水と温水両方出ます。で反対側もカメラがついていて、でこれですね、 JP スターさんは電動オーニングです。こちらも標準装備です。そして左後方に入り口があって、リアです。この下ですね、ナンバーのところ、下から見ると収納になっているのが分かります。これゴミとか入れるのいいですね。で FF ヒーターの排熱口があります。でリアにも小窓があって、その上はこれ換気扇の換気口ですね。でカメラもあります。カメラは2つありますんで、バックカメラと常時表示されるカメラがついていると思います。
で屋根なんですけど、ちょっと上見えないんですけど、マックスファンがメインのと、あとはソーラーパネル 400W レノジー製がついてます。ソーラーパネル 400W 標準でついてるビルダーさん、多分 JP スターさんだけですね。で足回りなんですけど、リアはダブルタイヤで、タイヤホイールは13インチです。フロントのタイヤホイールは15インチです。足回りのスタビライザーやショックアブソーバーはノーマルのままです。それではモニターが気になる運転席行きます。ここについてますね。こちらアラウンドビューモニターではなくて4画面常時映るモニターになります。アラウンドビューモニターじゃないんですけど、あるのとないのとでは運命の差なんで、これが標準でついているのはかなり熱いと思います。ルームミラーはカムロード純正でもルームミラーモニターになっています。他はですね、本当にもうカムロードの運転席周りもうそのままという感じです。でこちらシュートロブなんですけど、ドライブとこちら任意でシュートを変えれるマニュアルボタンがシュートレバーについています。それでは中に入ります。電動ステップがあります。そしてエントランスは JP スターさんのロゴの照明があります。このドアもですね、かなりしっかりしていて高級感あります。でこれシェードですね。リアエントランスのレイアウトです。淡い青と白と間接照明で明るくて広く見えます。まずは入り口から見ていきます。この電動ステップ標準ですごいですよね。ですぐ上こちらスイッチパネルですね。ここでライトを調整します。でその横はサブバッテリーの残量など電気の入出力のマット数が見えます。ですぐ横なんですけど、ここにですね、なんとエバスペヒアの FF ヒーターがあります。でその下は同じくエバスペヒアの温水ボイラーです。 JP スターさんですね、結構中国製品が多くて安くしていたんですけど、今回キャンピングカー業界標準の装備も付けられています。なので安心安全でお買い得感も増しました。でここはですね、点検口になっています。この辺とか故障した時に結構内装全部剥がすの大変なんですよね。なんでこれはかなりいいと思います。で入り口すぐ横もギャレーがあります。こちらがカセットガスコンロ2口です。でこちらシンクですね。結構広めなんで洗い物も普通にできると思います。でその下にカセットガスのこの線がありますね。個人的に嬉しいのがガスの調理する真上にファンがあります。これで1段階2段階3段階、かなり強力です。ここに網戸付きの窓がありますんで、ここさえ少し開けとけば、このファン回せばこの風の流れができて車内で調理しても車内に匂いが残りにくくなります。ここは個人的にかなりポイント高いです。その下は80リッターの冷凍冷蔵庫です。上がこんな感じです。で下はこんな感じ、下が冷凍庫ですね。でその横は電子レンジがついてます。で収納が2つありますね。この辺はお皿やコップなど入れやすそうです。でここにも細長い収納があります。で生活用水タンクは80リッターです。でこのソファの手前にも調理台のような台のスペースがあるんで、これも使い勝手良さそうです。ここにも収納がいくつかあります。でこちらがマルチルームです。うわ、すごい綺麗ですね。この照明もこんな感じで完成照明です。温水まで蛇口があって、でシャワーも標準装備です。でこのマルチルームのマックスファンですね、これも標準装備ですごないですか。で窓があって、この下はバケージドアみたいな感じで開くようになってます。でこれサンプルとしてラププも置かれてるんですけど、ラププも置いても全然トイレができる空間です。でシャワーカーテン標準も嬉しいですね。でこの扉なんですけど、これが車のテールランプですね。ランプ類のメンテナンス口です。こちらがなんですけど、この流し台の下、ポンプなどメンテナンスできるように点検口が付けられてます。これね、よく考えられてます。このポンプ、キャンピングカー必ずと言ってほど故障します。でその時にこの点検口があれば自分でもポンプ変えれますんで、これは嬉しい仕様です。でソファーに行く前なんですけど、ここにも収納があって、なんかドリンクを置けますね。でこの下、ここも大きめの収納があります。これはなんかポータブル電源とか置くように作られたそうです。ダイニングスペースです。やっぱリアエントランスなんですごい広いですね。こちら2人2人4人座れて、こちらも3人座れます。7名でテーブルを囲んで宴ができます。でこちら3点式なんでチャイルドシートも付けられます。で座った感じですね。やっぱりこのリアエントランス独特のこの窓が大きいの2つあるんですね。なんで開放感は抜群です。これ後部座席乗りながら景色のところでドライブするとかなり楽しそうです。でここベッド展開できますんで、テーブルが下がってこの背もたれを埋めていけばベッドが完成します。このソファーダイネットのサイズがベッド展開すると横が185センチ、長さが185センチです。
3人寝れるようです。で、面白い装備がこれ、ダイネットの真上、これ天井開いてます。こんな感じで閉めることもできます。で、あとはシェードですね。昼間だったらここ開けといたらかなり明るそうです。あとは夜の星とかですね、これ見ながら眠れそうです。で、こちら側にはマックスファンないんですけど、ここ開ければ熱がある程度逃げていくそうです。で、必要な方はこちら側にマックスファンもつけることができるということです。で、こちらテレビがあって、で、今回ですね、JP サーさん 12V クーラーじゃなくて家庭用エアコンついてます。日本製の霧ヶ峰なんでかなり冷えると思います。で、テレビの横にこういったアナログ端子の入力があって、HDMI ケーブルの入力もあります。で、12V で、これはテレビのアンテナもついているそうなんで地上波も見れるそうです。で、ダイネットのすぐ上に収納が3つあって、反対側も2つあります。1個開けておきます。ちゃんと上で止まってくれて、で、奥行きも結構あるんで収納はたくさんできそうです。で、この下にバッテリーシステムあるんですけど、ちょっとこれまだ見せれないということでした。はい、ちょっと別撮りで説明させてください。こちらの充電システムなんですけど、ボルト数など企業秘密で言えないそうです。ヒントとしては従来の 12V や 24V ではありません。自分は先にシステム内容を聞いたんですけど、多分ですね、業界初の画期的なシステムです。メリットとしては従来のシステムよりも充電速度が約4倍になることです。なのでもう電気に困ることはないそうです。これ実際に確かめたいですね。ワット換算何ワットで充電できるんでしょうか。検証してみたいですね。しかし JP スターさんの進化は著しいです。常にキャンピングカーの快適化の研究をしているようです。我々ユーザーはどんどん恩恵を受けられ快適になっていきます。JP スターさんは今でこそよく見る業界の当たり前になった 12V クーラー、こちらを一番最初につけていたビルダーさんです。当時本当にびっくりして画期的でした。今回のこの新しい電源システムもそうなると自分は確信しています。楽しみです。そしてバンクベッドはこちらを引きます。で、このクッションを入れて完成です。バンクベッドの横の長さが185センチ、奥行きが175センチです。大人2人が眠れるスペースになっています。いやー、かなり充実した装備でした。で、今日一日ですね、触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。走行中のリアのクーラーですね、エンジン動力で動くクーラーがありません。なので夏場は走行中この家庭用クーラーをリアはつけないといけません。サブバッテリーの電気が減っていってしまいます。この辺走行充電の発電量が上回るのか気になります。これは結構ですね、どのビルダーさんも走行中のリアクーラーがないので JP スターさんだけの問題ではないので、実際に夏場使用する際に問題になると思いましたのでお伝えさせてもらいました。で、次気になったのがこの運転席、この上ですね、ヘッドクリアランスがあんまりありません。ここの隙間もね、あんまりないんで、この運転席から移動もできないことはないけど、大人の男性だったら結構厳しいと思います。ここバンクベッドになりますんで、少しですね、この辺切り抜いてくれたら移動しやすくなってヘッドクリアランスも確保できると思います。この辺を販売されるモデルのブラッシュアップに期待ですね。次のデメリットなんですけど、足回りです。このカムローダーは新型なのでリアがダブルタイヤで走行安定性が増してるんですが、やっぱりこれガソリンモデルということでリアはワイドトレッドじゃありません。このタイヤとタイヤの幅ですね、これが広がってないです。そしてショックアブソーバーやスタビライザーもそのままなので、走行中の風の煽りやコーナリング時のロール傾きですね、車体のこちらが少し気になるかもしれません。ただカムロードはですね、社外品がたくさん供給されてますんで、そちらの足回りを強化されればかなり乗り心地は良くなると思います。また JP スターさんは自社で足回りパーツなども開発して専用品を販売されていますので、この新しいベース車も開発して出される可能性があります。この辺も期待したいですね。はい、次感じたメリットなんですけど、点検口ですね、シャワーのポンプのところや入り口の FF ヒーターや温水ボイラーのところなど、後々メンテしやすいように点検口が今回たくさんありました。これはかなりいいと思います。やっぱりキャンピングカーは絶対潰れますんで、その時にメンテしやすいように作られているのは、後々オーナーさんは交渉した際に自分で交換したり毎回車を持っていく手間が省けるので実用的で嬉しい装備だと思います。次のメリットは何といってもこのフル装備で安いのですね。こんだけの装備でキャブコンタイプだったら普通は1200万1300万はします。これがいくらかかってるんでしょうか。納期も含め価格気になりますよね。ちょっと後で実際に聞いてみます。はい、実際に聞いてみました。撮影した時点では価格名前決まってなかったんですけど、今回の動画に合わせて価格と名前決めていただきました。 JP スターさん、ノリが良くて最高ですね。それでは発表します。まずは価格から。
850万円です。どうですか？かなり安いですよね。しかもこれ税込み、なんと諸経費込みの価格です。後ほど見積書も公開します。今は材料費など価格が高騰していて、フル装備のキャブコン1200万から1300万円くらいします。昔はもっと安かったんですが、なんか年々上昇していってます。その中で逆行してくれるのは、いつかキャブコン乗りたいと思っている方にとってはかなり嬉しい価格です。今回の新作キャンピングカーは安全性にも力入れているようです。以前の JP スターさんは FF ヒーターなど中国製が多かったんですが、ドイツ製に変わっていたり、業界標準の装備に変わっていました。それなのに価格が安いのは企業努力ですね。JP スターさんの儲けよりもキャンピングカーを広げたいという気持ちが伝わります。そして名前はディスカバリーです。日本語に訳すと発見という意味なんですが、まさに今僕たちの気持ち、なんか面白くて良さそうなキャンピングが発見という感じですね。これからこのディスカバリーに乗っていろんな方の物語や生活スタイルの変化があると思うと、こちらもワクワクします。概要欄に JP スターさんのサイトリンク貼っておきますので、気になる方は問い合わせしてみてください。いやー、この JP スターさんの新型キャブコン、実際乗ってみたいですね。乗ってみてから走行で横風の煽りどのぐらいあるのか、そして高速道路の直進安定性ですね。実際の車中泊での寝心地、車内での調理のしやすさ、この辺確かめてみたい気もします。もしご要望があればですね、これ実際に借りてレビュー車中泊に行きたいと思います。動画見たい方はぜひコメント残しておいてください。はい、ここで今回の動画終わりの予定でしたが、 JP スターさんから見積書いただきました。そちら公開します。そして最新納期、びっくりしますよ。自分はって聞き返しました。そちらもお伝えしますね。こちらが見積もりです。購入時必要な諸経費や税金、装着されたメーカーオプション、ビルダーオプション、すべて記載されています。なんといってもこちら、支払い額850万円、車両価格832万1710円、プラス諸経費17万8290円、合計850万円です。普通だったら販売価格850万円と別に諸経費やなんやかんや言うて20万30万という感じで上がっていきますよね。すべて込みで850万円です。素晴らしい。そしてここに850万円に含まれているオプション装備など記載されています。トヨタのメーカーオプションも結構ついてます。まずは寒冷地仕様になっています。次は足回りフロントプラスリアスタビライザー。コーナリングなどに発生する左右の傾きを抑えてくれます。このスタビライザーなんですけど、カムロード標準ではフロントのみでリアはついてませんでした。自分が今乗っているカムロードもリアついていなかったので、社外品のリアスタビライザーをつけてロールを抑えていました。ですがトヨタのメーカーオプションで付けられるように変わっています。これは嬉しいですね。トヨタ純正スタビライザーどうなんでしょうか。ロール抑えられてるんでしょうか。乗ってみたいですね。これである程度ロール抑えられているなら、後々社外品つけなくていいので出費も抑えられます。また後日乗り心地確かめてみます。そして次はカムロード専用、キャンピングカー用に強化された装備、リアサスペンションロングテーパーリーフ、通称板バネと呼ばれる装備で、路面の落とすなどショックを和らげてくれます。130アンペアオルタネーター、走行中大容量の電気を生み出してくれます。ヘッドランプクリーナー、こちらもトヨタメーカーオプションです。寒冷地仕様ということで付けられていたオプションです。カムロードのヘッドライトは今 LED なので雪が溶けません。視界悪くなりますが、こちらのクリーナーでヘッドライトの光が見えるようになります。電動格納ミラー、キーレス連動式エントランスドア、これもあるとないとでは快適性が変わります。そして運転席を紹介した時も注目していた4方向カメラ、こちら標準で付いているの羨ましいです。ドライブレコーダーも標準で装着されています。次に内装に標準で付けられた装備です。400Ah リチウムバッテリープラス 3000W インバーター。 400Ah のリチウムバッテリーすごいですね。普通は高額オプションです。どうでしょうか。普通のビルダーさんなら下手したら50万くらいはかかる装備じゃないでしょうか。真夏のエアコン使い方によりますが2晩ぐらいいけそうです。 3000W インバーター 3000W インバーターがあればエアコン使用しながら電子レンジなど同時使用できます。一般家庭コンセントが 1500W なので2つ分の電気を使います。そして急速充電システムです。こちら先ほどもお伝えしましたが、まだ企業秘密とのことです。新しい、まだどこも採用していない充電システムでかなりの充電速度らしいです。こちらも要望あれば何ワットで充電されるのか検証してきますので、気になる方はぜひコメントしておいてください。レノジ 400W ソーラーパネル、屋根に 100W 合成タイプソーラーが4台設置されています。
やっぱりフレキシブルタイプだと屋根に密着するので、真夏は発電量が下がるのと、高熱になったソーラーがボディに直接伝わるので、この合成タイプが一番いいです。屋根とソーラーの間に空気の層があることにより、真夏日中も車に熱が伝わりにくく、ソーラーも風で冷やされるので効率が上がります。普通このソーラーとリチウムは絶対につけたいオプションですが、もう最大級の容量のものがついているのは嬉しいですね。エヴァスペヒアの FF ヒーター JP スターさん、以前は中国製の FF ヒーターが装備されていましたが、ドイツ製のキャンピングカー業界標準の FF ヒーターが装着されています。こちらも有料オプションのキャンピングカーが多いですが、だいたい本体が20万円で取り付け工賃5万円の25万円ぐらいのオプションといったところでしょうか。給湯システム、こちらも同じメーカーエヴァスペヒアの温水ボイラーが取り付けられています。これで冬でも温水を使って手や顔を洗えます。そしてキャンピングカーで温水シャワー浴びれます。生活用水タンク80リッターなので、使い方によりますが、自分だったらだいたい5回ぐらいシャワー浴びられます。108リッター冷蔵庫、超大容量ですが、半分冷凍庫になっています。2バーナーシンク、100V ホームエアコン、三菱製霧ヶ峰、とうとう JP スターさんも家庭用エアコン搭載しました。やっぱりスペースがあるなら、日本の家庭用エアコンが一番省エネで静かで涼しいです。これも標準は嬉しいですね。そしてテレビ、フルセグチューナー、地上波も見られます。シャワー付きマルチルーム。こちら、マックスファンが標準装備です。やはりシャワー入った後、マルチルーム濡れたままだとカビが入るので換気しないといけないんですけど、マックスファンがあればすぐに乾くと思います。そしてトイレの匂いもこれなら気にならないですね。普通マルチルームはもっと小型のファンつけるんですけど、マルチルームにマックスファンは珍しいですね。これだったらもう一つの使い方として、マルチルームのドアを開けてマックスファン回しておけば、車内の空気も入れ替えることができます。意外とこの位置便利かもしれません。次、諸経費の方ですね。こちら17万8290円、850万円のうちに含まれています。希望ナンバーとか必要な方は別途費用がかかります。さあ、そして納期なんですが、びっくりしますよ。なんと4ヶ月だそうです。普通の車のように早いですね。普通キャンピングカーは1年、下手したら2年とかかかります。 JP スターさん、どんどん工場が拡大していき、人も増えているので生産体制が整って納期も早くなっています。進化すごいですね。はい、今回の動画をまとめると、 JP スターカムロードベース新型キャンピングカーフル装備で税金諸経費込み850万円、肉ガソリン、リアエントランスレイアウト、シャワートイレあり、サブバッテリー 400Ah リチウム、400W ソーラー、家庭用エアコン、すべて込みの価格です。デメリットとしては、 JP スターさん自体日本 RV 協会に入っていません。全国各地で開催されるキャンピングカーショーには出展されません。日本のキャンピングカーショーと呼ばれる商談会は、日本 RV 協会に入っているビルダーさんのみ出展されます。今回のイベント、フィールドスタイルのような日本 RV 協会主催ではないイベントには出展されています。自分が仲良くさせてもらっているビルダーさん、日本特殊ボディさんも RV 協会入っていません。その辺の内情や関係性あまり詳しくないし、購入するユーザーにはあまり関係のない話かもしれませんが、一応伝えておきます。自分はどこにも所属していない YouTuber、情報発信者なので、気になるキャンピングカーや自分がいいなと思ったキャンピングカーは自分のチャンネルで自由に発信していきたい。当たり前の権利だし、自分はそう思っています。なので今回久しぶりに紹介させてもらいました。JP スターさんのカムロードベース新型キャンピングカーは今回限定台数30台ということで、興味のある方は問い合わせしてみてください。概要欄にリンクを掲載しておきます。クピオを見たといえば何かいいことがあるかもしれません。 JP スターさん、よろしくお願いします。4区もそのうち発売するということなので、雪国の方はそちらを待った方がいいかもしれません。4区だとカムロード自体の価格が上がるので、100万円アップの950万円くらいになると思います。今後ですね、皆さんの要望があればこのキャンピングカー続編撮ります。実際の車中泊旅で使うレビュー動画ですね。自分的に気になるポイントが新電源システムの急速充電です。何ワットで充電されるんでしょうか。そして走行性能、坂道快適に登れるのか、高速道路ふらつきないか、その辺確認しながら検証したいと思ってます。そういった動画見たい方、興味ある方、ぜひコメント残しておいてください。それではご視聴ありがとうございました。